こんにちは、ぴよぴっこです。前回の動画で公開した足長ボディの型紙、たくさんの方にダウンロードしていただき、本当にありがとうございます。こんなに多くの方に使っていただけると思っていなかったので、とても嬉しいです。ぜひ、かわいいぬいぐるみを作ってくださいね。そして本日より、追加で紙の型紙テンプレートがダウンロード可能になりました。ボディの作り方は分かったけど、紙はどうすればいいの？と悩む方もいらっしゃると思います。テンプレートに紙のラインを自由に書き込むことで、紙の型紙を作ることができます。すでに型紙をご購入いただいている方も無料でダウンロードができるので、ぜひご利用ください。今回はぬいぐるみのデザイン、そしてこのテンプレートを使った紙の型紙の作り方をご紹介したいと思います。縫いを作り始める前に、まずは作りたいキャラの縫いデザインを描きます。型紙に付属しているテンプレートに顔や髪を描いていきます。私は PC 版クリップスタジオを使用しています。アナログでもデザインすることはできますが、圧倒的にデジタルが便利。アイビスやメディバンなどスマホアプリでも描くことができますよ。ぬいぐるみとして立体化するにあたって、デザインを簡略化したり省略することも大事です。そもそも顔が描けないという方は、お顔の刺繍図案が掲載されているこちらの本をご活用ください。そして髪型を立体でどう表現するのかも、このタイミングで決めてしまいます。今回の前髪は A と B の2パーツ。このちょろ毛は別パーツをつけます。後ろ髪も A と B の2パーツです。縫いの髪型の表現は本当に様々です。髪の作り方が全くわからないという方は、いろんなキャラのぬいぐるみを観察してみてください。きっと髪型作りのヒントが見つかるはずです。縫いデザインが完成したら、次に型紙を作ります。わかりやすいように、ここはアナログで解説します。まずは前髪。前髪テンプレートに前髪 A のラインを書き込みます。前髪の両端はこの赤い線につなげてください。つなげたら裁断ラインまで線を引きます。前髪 B は前髪 A の型紙に合わせてサイズを調節しながら作ります。デジタルだとこの一連の作業も比較的簡単にできますよ。型紙をカットします。これで前髪の型紙が完成しました。続いてシルエット髪です。ツンツンした毛やアホ毛のほか、ヒゲなどを表現できます。外側のこの縫製ラインが頭部のシルエットになっているので、付け足したいパーツを描きます。裁断ラインまで線を伸ばしたらカットします。これでシルエット髪の型紙が完成。続いて後ろ髪です。髪が短いキャラ、髪をアップにしているキャラはこの型紙は不要です。後頭部パーツに紙の布を使うだけで OK。後ろ髪はこの点につながるように紙のラインを描きます。
これで後ろ髪の型紙が完成しました。今回は A と B にパーツが分かれていますが、一つのパーツでロングヘアにしても OK です。ウルフヘアなど、後ろ髪をレイヤードにする場合は、襟足テンプレートを使います。この線につなげます。カットして完成。以上が髪の型紙の基本の作り方になります。すぐ制作に取り掛かりたくなるところですが、できれば別の布を使って試作してみることをお勧めします。平面で作った型紙は立体になると思っていたのと違うことが結構あるからです。特に後ろ髪は立体になると印象がかなり変わります。理想の髪型を作るにはこのようなボディを一つ作っておくと便利ですよ。髪のパーツ構成を考えたり、作った型紙を試着できたりと、髪型作りがとてもスムーズになります。材料も100均のソフトボアと綿で十分です。初心者の方なら縫製の練習にもなるので、ぜひ作ってみてね。髪型作りに悩んでいた方は、この髪型テンプレートを使ってみてくださいね。ここからは、普段私がどのようにして刺繍図案を作っているのか、その過程をご紹介したいと思います。すべて PC 版クリップスタジオでの作業になります。まず型紙に顔の図案を配置します。位置の目安があるので参考にします。次に前髪 A、生え際の目安位置を参考に配置します。ぬいぐるみのお顔は少し球面なので、端の方は奥まっていきます。真正面から見た時にバランスよく見えるように、両端を少し引き伸ばすようにしています。次に前髪 B、顔や前髪 A とのバランスを見ながら、大きさを調整します。次に刺繍図案を作ります。ベクターレイヤーにベジエ曲線を使って描いています。後から線の形を変えられるので微調整がしやすいですよ。最後に前髪の裁断ラインを引いて型紙にします。このような流れで刺繍図案を描いています。タイムラプスだったので作業風景としては分かりづらかったかもしれません。型紙作りの工程は普段公開をしていないので少しでも参考になれば幸いです。次回はお顔の刺繍の工程について改めて解説をしたいと思います。チャンネル登録をしてお待ちくださいね。この動画は原神のコンテスト、マービカと移行バージョン 5.3 創作奨励イベントに参加中です。ポチッと投票よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ピヨピッコでした。